皆様、本日はですね2019年最後の動画になるんですけれども、こちら今年1年ね一番僕たちのチャンネルで再生していただいた唐揚げですね。今144万再生超えたのかな。たくさんのいいねもね本当にありがとうございます。マジで今年の僕たちのチャンネルの顔だったよね。顔だったし、本当になんだろう、これをきっかけにまあもうなんだガラリとそうだね変わったって言っても過言じゃない、本当に一番思い出に残る料理ですね。はい、ありがとうございます。なので今回はね最後にはい、今年の締めということでもう一度唐揚げを伝説の唐揚げを作っていきたいと思います。はい、じゃあ早速やっていきます。まず用意するのは鶏もも肉。じゃあまず鶏もも肉皮ごと大きめにカット。はい、ちょっとこの小ぶりだったこのお肉はもう半分でいいです。はい、時間はねかかるけどたくさん切ってないから肉汁もあふれずにジューシーな感じに仕上がるんでね、鶏肉は大きめにカットで、これはちょっとさすがに大きいから4等分かな。では味付けしていきます。まずニンニクたっぷりめ、もうちょいで、生姜はそれの半量ほど。こちら味付け塩コショウ、味の素で、ここにウェイパー大さじ1杯で、お醤油大さじ4杯で、お酒も大さじ4なんだけど、せっかくなんでこちらの大吟醸ね、いいお酒が残っているのでこちらも大さじ4杯、みりん大さじ2杯で、とりあえずちょっと一旦こちらで混ぜ合わせておきます。小麦粉とかそこら辺も全部入れてから混ぜてもいいんだけどね、ちょっとまず馴染みやすいように。ではここに卵3つで、ここに片栗粉と小麦粉それぞれ大さじ約5から7杯ずつ、ここはとりあえず 6杯でいってみます。小麦粉と片栗粉大さじ6で、卵も入れたら最後こちらをしっかりと混ぜ合わせます。やっぱりそれぞれ大さじ7ぐらいでね、もう1杯ずつ足しておきます。本当でもこのやり方はね、衣が剥がれる心配とかもないし、すごい楽にできるので油も汚れづらいしね、めっちゃおすすめで、この状態で放置して、あとはもう食べたい時に揚げるだけって感じでいいので、いいね。これじゃあこんな感じで衣も全部混ぜ合わせて、この状態になったら約半日、最低でもね半日ぐらいはちょっと置いて味を染み込ませてあげてください。ではね、いい感じに漬け込んだので、今から170度の油でまず3分間揚げていきたいと思います。常温に戻しておかないとね。そうじゃあ揚げていきます。たっぷりの油で揚げてください。温度の変化もね少ないんでね、たくさんの油で揚げるとだいたい6個ぐらいかな。はい、じゃあ今から3分間やっていきます。で、その後出したら余熱で4分ほど、4分って言ったらもうどんどん揚げていくので、最低でも4分ぐらいは放置してあげておいてください。で、ちょっと最初それなりに火が通ったらちょっとくっつかないようにだけばらけさせてあげといて、で、底面の方が温度が高いのでたまにひっくり返してあげて、60度から70度ぐらいをキープしてあげて揚げ続けてください。ほんとね、今回のこういう作り方をすると衣が剥がれないので、油が全然汚れないので、
そういうのはすごいおすすめ。やっぱ小麦粉とかをね後からまぶしてやる揚げ方とかだとね、まあ、それも全然美味しいんだけど、やっぱね油が結構汚れちゃうので、このやり方をすると油の再利用の時とかがすごい楽です。これよ、俺の唐揚げはこれよ。最高。今結局さ、馴染みある唐揚げが一番美味しいよね。世界一の唐揚げってもっと自分が一番好きな唐揚げだ。そうだと思う。はい、では3分経ったので一旦取り出して余熱で火を通します。はい、こんな感じね。いいね。で、まあ、余熱で火を通してる間に他のもどんどん揚げていきます。最高。もうこれ俺の唐揚げはこれなんだよな。これマジで自信を持って出せるね。食べてっつって。よし、はい、じゃあ2つ目も揚げていきます。でね、さっきよりもちょっと色が薄いんだけど、今回160度で揚げてるんですけど、これくらいの方がいいかな。なんでできればさっきね165度からの170ぐらいになってたんだけど、160ぐらいで揚げた方が2度揚げした時の色的にはちょうどいいかもしれない。さっきと比べてねこれくらいの色の差があるので、仕上がりが左側ぐらいの色になりたいんで、これくらいの揚げ色でキープした方がいいかもしれないですね。では1度目の揚げが終わったので2度揚げやっていきます。でも本当にこの2度揚げが絶対大事で、最初のやつで余熱で火を通してる間にやっぱちょっと鶏肉からね水分が出てきて衣が柔らかくなってくるので、それを最後カラッとしてあげます。でもう揚げる時間は本当30秒から1分の間ぐらいでよくて、揚げ色がつきすぎないようにだけ注意して揚げていきたいと思います。なんでここであんまりね最初から火を通しすぎて高温でやってると衣が焦げちゃうので、最初の1段階目のやつの温度だけには注意してあげてください。じゃあ180度ぐらいまで来たので最初にやったやついってきます。ここら辺だね。やっぱ水分が出てるんでね、最初にボコボコいきますね。これがもうカラッと揚がってる証拠です。でもあとはほんと様子を見て揚げ色を見つつ焦げすぎないようにやっていきます。一気にねこれでカラッとなるので、はい、じゃあ揚げていきます。いい感じ。はい、じゃあ残りも揚げていくんですけれども、こちらで俺の特製唐揚げ完成。実際食べていきたいと思います。では、いただきます。最後のいきますか。実食タイムです。いただきます。もう一緒に食べようか今日は。はーい。じゃあいいっすか。いただきます。これ世界一うまいです。これよ。やっぱこうちゃんの唐揚げマジでほんと最強だわ。分厚くてもちゃんと火は通ってるし、衣もガリガリやし。サックサクだね。でも衣も。じゃあまずレモンタイムいっていいですか。皮目からね。ほんと衣が美味しいよね。美味しい。うわうまっ。最高。うんまっ。あ、これ皮が多いからでっか。見て最高の音。
皮と衣のところ超うまいよね。最高。めっちゃうまい、こいちゃん。でもこれ本当にこってりとかそんな感じじゃないから、レモンをつけてあっさり食べるっていうんじゃなくて、単純に味変って感じだね、レモンは。なくても全然大丈夫だ。毎日食べても飽きない、唐揚げだと思う。もう最高だね。しかもさ、うんまあ、全然これだけでいいんだけどさ、俺はマヨだったりポン酢だったりの味変があるのが幸せな人だから、次はマヨでいきます。これが最強の組み合わせ。マヨいただきます。でも俺最強の組み合わせは俺はあんま味変しないじゃん。こうちゃんが作ってくれたネギだれ、あれが本当は一番の最強だと思う。この唐揚げだけは本当一番今年僕たちのチャンネルで愛されたレシピだから、ほんとぜひ作って。そうまだ作ったことない方でね、最近見始めてくださった方で知らない方もいらっしゃったら、もしよかったら作ってみてほしいですね。絶対お子さんがいる家庭だったら絶対喜んでもらえる唐揚げだと思うんで、これ冷めても美味しいんで、お弁当とかに入れてもめっちゃ美味しいんで、ぜひぜひ。入れるにはちょっとでかいけどということで、本日はですね、今年ラストにねふさわしいとね僕が思ったんで、こうちゃんにリクエストさせていただいたんですけども、今年本当にねみんなに一番愛されたレシピって言っても過言じゃない唐揚げをねこうちゃんに作っていただきました。本当にね今年1年本当いろいろあったんですけども、思い出深い料理になってます。はい、なのでまだね作ったことない方も多分たくさんいらっしゃるかもしれないんですけども、もしよかったら唐揚げ好きな方はねぜひ一度作ってね見てください。はい、はい、いやでも今年も1年本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、来年もね2020年もそれね変わらず自由気ままにやっていこうと思うので、お暇な時によかったら見てみてください。ネズミはいということで以上になります。本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。様でした。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またね。バイバイ。バイバイ。